日はクリスマスにぴったりな、チキンソテーとスタッフィング風ライス。まさにクリスマス。いいですねいいですねいいですよ。もうローズマリーのいい香りが。グレイビーソースと絡めるとこのちょっとみちっとした感じのご飯がほどける感じなんですね。それがうまいですねこれね。しっかりしてる。うまい。もう口の中超クリスマス。お酒飲めますこのスタッフィングは。メリークリスマス。今日は12月の13日、ちょっと早めのクリスマスということで、今日はクリスマスにぴったりなチキンソテーと、スタッフィング風ライスを作っていきたいと思います。スタッフィングっていうのはアメリカだと七面鳥を焼きますよね。ヨーロッパも焼くのかな。ヨーロッパも焼く。そんなヨーロッパに詳しかったっけ。七面鳥を焼いたらお腹の中に詰め物するんですね。その中にお米がライスが入ってたり、レバーとか野菜を詰めてそれも一緒に食べるんですね。そのことをスタッフィングと言います。それに似たライスを、今日は作ってチキンソテーと合わせて食べるというまさにクリスマス料理でございますよ。で今日はですねチキン焼いていくんですけど、大分県産の大分冠地鶏という鶏を使っていきます。産地訪問させていただいた際に出会った美味しい地鶏なんですけれども、クリスマスなんでちょっと一ランク上のチキンソテーを作りたい時にはご自身の気に入った地鶏を選んで、購入されて作ってみてもよろしいんじゃないかということで、じゃあまず乾杯ですかねこれね。あんまり飛ばさないから普段。おお結構飛びましたよ。じゃあクリスマスを楽しみましょう。乾杯。ぬるい。まずチキンソテーですね。先ほどお伝えしたように今日は冠地鶏という地鶏のもも肉を使っています。それから、ローズマリー、バター、薄力粉、にんにく、塩コショウ、オリーブオイル、あとお水使います。でスタッフィング風ライスの方なんですけど、白米ですね。普通の白米です。これ洗ってあります。玉ねぎ、人参、ピーマン、ローリエとも言います。にんにく、オリーブオイル、塩コショウ、白ワイン、それから、野菜コンソメがあるんですね。今スティック状の。でスティック状の野菜コンソメを今日は使います。あと鶏のレバーですね。まずスタッフィングライス仕込みますね。玉ねぎもみじん切りです。これはね野菜一緒にしちゃって大丈夫です。同時に入れるので。野菜は一回ボウルに開けてレバーカットしていきます。ちょっと大きいので特に牛乳につけるとか必要はないです。鶏のレバーなんでそんなに匂いも強くありませんし、血合いの塊みたいのが入ってる時あるんですね。それだけちょっと匂いの元になるんで取りましょう。あとは切って中から出てくる時もあるんで、中から出たらそれを取りましょうね。細かく、このぐらいでいいと思います。そしたら火をつけてオリーブオイル、にんにく、香りが立ったらここでレバーです。表面火が入ったらここで野菜で、油が回ったらさらにお米入れて、ここでもうロールこの時点で入れちゃいます。で目安はお米が透明になるぐらいですかね。ちょっと半透明になります。そうするとちょっとピラフ風のちょっとパラッとした感じの仕上がりになるので、炒めてる間にお水の中に白ワイン、野菜のコンソメ入れて混ぜてよく溶かしておきます。そしたらお塩、胡椒で、塩が全体に馴染むぐらい混ぜて火を止め、で炊飯器で今日は炊いていきます。ざっと。そしたら均一になるように平らにし、ここにさっき混ぜたコンソメですねと白ワイン。炒めたお米ってちょっとこう決着しやすいんですよね。ギュッと決着しやすいので、こう水入れたらちょっと混ぜる。でまた平らにしてあげて、普通炊きでいいと思いますね。よいしょ。そしたらじゃあ次チキンやっていきます。ここの部分がものすごい厚い鶏肉いるんですね。ここの部分がの場合は少し切れ目入れて焼いた方が火通りは早いと思いますね。とお塩で、結構長い時間焼いていくんで裏側だけでいいかもしれないですね。で胡椒、ここまでは普通のチキンですね。そしたらまずオリーブオイル、
ここにニンニクの半割りこれ入れます。ニンニクがはぜて香りが立ち始めたらですね、はい、そしたら皮目から焼いていきます。でニンニクは一時避難で、ここでローズマリー上に乗っけて、この状態で蓋をして焼いていきます。でこの間にソース自体にコクを出したり、これから粘度をつける、ドロッとさせるために使うバターと薄力粉だけで作るブールマニエというものを作っておきます。常温に戻したバターに薄力粉入れて混ぜるだけ。こういう感じになりますね。こういう感じに。ちょっと開けます。いい感じかも。そしたら一回ニンニクとローズマリー出してで裏返します。ああいいですね、いいですね、いいですよ。もうローズマリーのいい香りが。また蓋します。でまた暇。いい感じに焼けてますけど、もう一回皮目焼きます。で火取ると思いますね。中火でずっといってます今。はい、そしたら一回ちょっと火を止めます。火を止めて、で油がこんだけ出てるんですね今。でこれでこの後ここの中に水を入れて最終的に中まで火を通していくんですけど、油多かったら必ずちょっと拭いてもらった方がいいですね。お水入れてこのチキンの旨味がそのお水の中に出てさらに火も通る。でその旨味自体がソースになるんですよ。でそれの時に油が多すぎるとブールマニエでとろみつける時に分離しちゃいます。それだけ注意。こんなもんかな。このぐらいでいいです。油は残った油このぐらい。ここにお水でまた蓋します。だから最終的には必ず蒸し焼きになってるから火通りがいいと。失敗ない。クリスマスにチキンソテー失敗したらショックですもんね。こんな感じですかね。ちょっとこの味見をします一回。塩がしてあるんでここで味決まっちゃう可能性が。そしたらチキンを取り出して、これニンニクも食べれますからね、すごい柔らかい。そしたらここにもう一回火つけます。でお塩一つまみ。これお好みです。味見をしてから必ずやってください。でここにさっきのブールマニエこれを入れます。で火止めます。そうするとこういう粘度のあるソースになるんですね。でチキンにうまそう。でこれでチキンが完成と、もう炊けたのでスタッフィングですねをさらによそっていきます。チキンにグレイビーソースが今かかってるんですけど、そのグレイビーソースと絡めるとこのちょっとみちっとした感じのご飯がほどける感じなんですね。それがうまいですねこれね。それがこうスタッフィングの美味しい食べ方で、ローレルはここで外しちゃいます。完成です。まずはスタッフィングを持って、スタッフィング先でその上にグレービーソースとチキン乗せるとスタッフィングにグレービーソースがちょっと垂れていく感じ、それが美味しいと思います。でタレを絡めて、でこれをちょっとスタッフィングに寄せる感じ。いただきます。しっかりしてる。うまい。でスタッフィング、ナイスコンビ。もう相棒ですよこれ。でレバー苦手なお子さん結構いらっしゃると思うんで、レバー苦手だったらレバー外していただいて、でその場合少しレバーじゃないけど鶏肉を少し入れる。少しこっちにもやっぱり鶏の風味があった方が一体感ありますね。もう口の中超クリスマス。お酒飲めますこのスタッフィングは。いやー、これにケーキとサラダ、あとお魚料理一つあったらもう立派なクリスマスのね。皆さん良いクリスマスを。メリークリスマス。